どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は僕の嫌いな言葉について話したいと思います。で、嫌いって言ったら結構強い意味があると思うんですけど、どちらかというと僕のあまり使いたくない言葉を今日はちょっと紹介したいと思います。まず一つ目の言葉はしょうがないです。結構ね、しょうがないって便利だし、この言葉を使う人って結構多いですよね。実際僕もこれ結構使っちゃうんですよ。嫌いな言葉と言いつつ僕も結構使ってしまう言葉で、なんでこの言葉があまり好きじゃないかというと、本当にしょうがないとき、本当にもうその状況に対して何もできないときっていうのはあると思うんですけど、でも全然しょうがなくないときっていうのもあると思うんです。どうですか？皆さんもしょうがないって言ってる人を見て、それ本当にしょうがないのかなとか、全然しょうがなくないって思ったことありませんか？僕は時々思うんですよね。結構簡単にこの言葉を使ってる人が多いんじゃないかなと思います。例えばある人がテストがあります。で、そのテストの3日前ぐらいに、今回のテストは赤点でもしょうがないやって諦めたりする人って時々いますよね。でも、これテストの3日前ですよ。3日もあったら、ちょっとは頑張ったら何かできると思いませんか？なので3日前に、このテストの3日前に諦めちゃうっていうのは、なんか早すぎるというか、全然これはしょうがなくないんじゃないかなって思います。もしこれがね、例えばテストの5分前とかに、もう何もできないからしょうがないっていうんだったら、まだわかるんですけど、まだ時間があるのに、3日とか、例えば4日とか5日とか、時間があるのに、もうすぐ諦めて、しょうがないっていう人、時々いますよね。僕はそういうのを見て、いや、全然まだまだ早い。諦めるには早い。しょうがなくないって思っちゃうんですよね。とか他にも、例えば友達と待ち合わせをしています。で、この時に走れば間に合うのに、どっちにしろ間に合わないからしょうがないって開き直る人とかいますよね。これも、例えば朝起きた時にもうすでに待ち合わせの時間を過ぎていたら、これは本当にしょうがないと思うんですよ。時間を戻すことはできないので、これは、本当にしょうがないのかなって思うんですけど、まだ間に合うかもしれない時に諦めちゃうっていうのはちょっと早すぎると思いませんか？こういう状況を見て僕は、まだ全然しょうがなくないよって思います。他にもあります。例えば、料理してる時にちょっとだけ失敗しちゃう時ってありますよね。で、そういう時にちょっと失敗しただけなのに、しょうがないからもう全部捨てちゃおうっていう人も時々いますよね。これも、例えばちょっと塩を足せばとか、ちょっと砂糖を足せば、まだ食べられると思うんですよ。全然まだ美味しくなると思うんですよ。なのに、少しだけ間違えたから、もう全部やめちゃおう。全部捨てちゃおうっていう人、時々見かけるんですけど、それも、もう全然しょうがなくない。まだまだ頑張ってよって心の中で思っちゃいますね。どうですか？皆さんも結構簡単に物事を諦めちゃう人とか、ちょっとしたことですぐにしょうがないっていう人多くないですか？結構、なんでしょうね。最近の人に多いんですかね。もう僕の完全な個人的な意見なんですけど、結構すぐ諦める人がよくいるので、もうちょっと頑張ってほしいなって普段、思っちゃうんですよね。
まあね、実際にね、本当にしょうがない時、本当に何もできない時っていうのはあると思います。そういう時はもちろん僕もこのフレーズ使うんですけど、できるだけ使わないで、できるだけ最後まで頑張ろうっていう気持ちを忘れないようにしたいなと思います。で、次二つ目ですね。二つ目は、行けたら行くです。これ結構聞いたことある人も多いんじゃないですかね。例えば友達と遊ぶときに、この来週の金曜日来れるって質問されたときに、行けたら行くっていう人多いと思うんですよ。これも僕の経験から話してるんですけど、僕の体感では、8割から9割ぐらいの確率で、来ない人が多いと思います。行けたら行くって言っておいて、ほとんどの場合は実際は来ないっていう人が多いんじゃないかなと思います。これも本当に行けるかどうかわからない時に行けたら行くっていうんだったら全然わかるんですけど、最初からそもそも行くつもりがないのに行けたら行くっていう人もいますよね。それはちょっとこっちも予定を立てづらいし、やめてほしいなって思っちゃいますね。自分だったら行けたら行くじゃなくて、例えば、行けないと思うけど、万が一予定が変わったら連絡するねとか言って、実際にそれで予定が変わったらその友達に連絡するし、事前に例えば予約が必要な場合とかありますよね。で、そういう場合は行けたら行くって言ったらちょっと迷惑かなと思うので、そういう時はもう最初から行けないって言います。なので、相手を待たせておく状態ってのはちょっと僕は失礼なんじゃないかなと思うので、あんまり行けたら行くっていう言葉は使いたくないなって思いますね。で、最初から行けないって分かってて行けたら行くっていう人は本当にもうそもそも最初から行けないんだったら行けないとか、行きたくないんだったら行きたくないとか、他の言い方あるかもしれませんけど、例えば予定があるからごめんねとか、断るなら断ってほしいですね。ずっと相手を待たせておくっていうのはちょっとやめてほしいなって思いますね。どうですか？皆さんの周りにも行けたら行くっていう人いますか？で、いるとしたら実際その人はどのぐらいの確率で本当に来ますか？ぜひ、コメント欄で教えてください。で、次ですね。次の言葉は全国です。これはちょっと最初の2つとは理由が違うんですけど、全国って漢字で見ると全部の国ですよね。でも意味は日本の中すべてっていう意味ですね。なのでこれちょっとややこしいなと思って、あんまり好きじゃないんですよ。子供の時もこの言葉すごいややこしいなって僕思ってました。例えば子供の時ニュースで、全国大会っていうのを聞いて、これは日本国内の大会じゃなくて世界中の人が集まる大会だとずっと思って、これを知った時は本当にびっくりしましたね。本当の意味を知った時はちょっとびっくりしました。なので例えばニュースとかでサッカーの全国大会がありますっていうニュースを聞いた時に、世界中の国からいろんなサッカーチームが集まって試合をするんだってその時は思いました。なので、全国大会イコールワールドカップだと勘違いしてました。これも多分日本語勉強してる人だったらちょっとね、わかるんじゃないですかね。やっぱり漢字で見たら全部の国って書いてありますから、ちょっとややこしいと思いませんか？全国大会っていう代わりに、例えば国内大会って言ってくれたらもっとわかりやすいですよね。もちろん全国大会って言った方がちょっと響きはかっこいいんですけど、国内大会って言った方がなんか正しいような気がしますよね。で、それで言うと他にももう一つあって、今度。これもちょっと子供の時僕ややこしいなと思ってて、で、なんでかっていうと、漢字で今度って書いたら、今って漢字があるじゃないですか。で、今って漢字があるのに、例えば今度遊ぼうって言ったら、今じゃなくて未来の話ですよね。
今度、例えば来週遊ぼうとか、今度、来月遊ぼうっていう意味ですよね。今から遊ぼうっていう意味じゃないですよね。なので、子供の時に、これもなんで今じゃないのに、今って漢字が入ってるんだろうってすごい疑問に思ってました。なので、最初この言葉を知った時は、すごい違和感があって、あんまり自分でも今度って使えなかったです。結構ね、皆さんも日本語を勉強してて、今度とか全国みたいにややこしいなって感じることあるんじゃないですかね。でも、よく考えたら逆にそこが言語学習の面白いところでもあるのかななんていうふうに思ったりもします。なので、皆さんも引き続き日本語の勉強頑張りましょう。はい。ということで今日は僕の嫌いな言葉について話してみました。皆さんは嫌いな日本語がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを見たい人はリンク載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマをリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。